こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックジェネレーションズのソフト紹介です。このゲームは、今から10年前の2011年に発売されました。10年前っていうと、ソニック20周年の年か？その通りです。そんなソニック20周年記念作品を、今回はご覧のラインナップで紹介します。このチャンネルでは、ソニックのソフト紹介やキャラクター解説、ゲームの最新情報などをお伝えしていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、早速スタートです。ソニックジェネレーションズは、ソニック20周年記念作品として、2011年に発売された作品です。据え置き機用に白の時空、3DS 用に青の冒険が発売されましたが、この動画では白の時空について解説します。まずはストーリーから。ある日ソニックの仲間たちは、ソニックの誕生日パーティーをサプライズで企画していました。サプライズは見事成功し、みんなでパーティーを楽しみます。みんなはしゃいでて可愛い。しかし、突如として空から謎の怪物が現れ、ソニックたちは空に開いた穴に吸い込まれてしまいます。ソニックが目を覚ますと、そこは謎の白い世界。そして、仲間たちが囚われていました。一方、別の時間、別の場所で、ある人物もまた空に開いた穴に吸い込まれてしまいます。あれ？ソニックがもう一人？でもどこか違和感があるような。彼の正体は、まだ 2D の世界を冒険していた時代の、過去のソニックです。通称、クラシックソニックと言います。ちなみに、3D ソニックはモダンソニックと呼ばれています。実は先ほどの怪物は時空を超える力を持っており、その力に巻き込まれて過去と現在、二人のソニックが出会ってしまいます。なんだその展開、ていうか比べてみるとソニックの見た目変わりすぎじゃないか？そのあたりは深く突っ込んではいけません。とにかく、仲間たちと世界を取り戻すため、過去と現在の二人のソニックが冒険するというのが、本作のストーリーになります。そして、今作にはもう一つ大きな特徴があります。それは、登場するステージが全て過去作のリメイクになっていること。しかも、各ステージにクラシックソニック用とモダンソニック用の2種類が用意されています。なので例えば、もともと 2D だったステージをモダンソニックでプレイしたり、逆にもともと 3D だったステージをクラシックソニックでプレイすることができます。すごい、さすがに10周年記念作品、どんなステージで遊べるんだ？本作に登場するステージは、過去作の中から厳選された旧ステージです。まずは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグより、グリーンヒル。こちらは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの第1ステージ。つまり、正真正銘ソニックの始まりのステージです。今作でも一番最初のステージなので、ここで基本的なアクションを練習するといいですね。また非常にシンプルなステージ構成なので、ソニックのスピード感を存分に楽しむことができます。モダンソニックのブーストで駆け巡るともう最高です。続いて、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2より、ケミカルプラント。毒々しい薬品が流れる、エッグマンの化学工場です。水中パートが存在しており、長時間水中にいるとミスになってしまいます。このカウントダウンは何度聞いても焦らされるな。第3ステージは、ソニック&ナックルズより、スカイサンクチュアリ。天空に浮かぶ神殿ステージです。上に乗れる雲や、崩れる足場、触れるとワープするポータルなど、様々なギミックが存在します。原作では、エッグマンの巨大空中要塞、デスエッグを追いかけるステージでした。色々なギミックがあるので、攻略してる感があって楽しいステージです。ここからは、3D ステージに入ります。まずはソニックアドベンチャーより、スピードハイウェイ。高層ビルの立ち並ぶ夜の街を駆け巡ります。ヘリコプターやロケットによる移動、ビルを垂直に駆け下りる演出などは、原作の再現になっています。この辺めちゃくちゃ見覚えある。こういう印象的なところがしっかり再現されてて嬉しいな。続いては、ソニックアドベンチャー2より、シティエスケープ。こちらはソニックシリーズ全体の中でも屈指の人気ステージです。BGM も最高だよな。スケボーやトラックに追いかけられるパートが印象的ですが、これらが原作からかなりパワーアップして登場します。ちなみに、クラシックソニックもスケボーに乗れるようになっています。小さい体でスケボーを操る姿がなんとも可愛らしいですね。第6ステージは、ソニックヒーローズより、シーサイドヒル。原作の最初のステージで、南国の海岸がイメージされています。また原作では3人1組で行動するため、ループが3人分用意されています。今作ではソニック1人ですが、この辺りは原作を再現しています。なお、
このステージにはかなり長い水中パートがあり、とてもヒヤヒヤさせられます。第7ステージは、2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグより、クライシスシティ。炎の魔物、イブリースによって滅ぼされた未来の世界です。今作のステージの中でも難易度が高く、特にクラシックソニックの終盤は突風にだいぶ苦労させられました。これまでのコミカルなステージとはだいぶ違った雰囲気だな。原作がかなりシリアスでしたからね。何かと酷評されがちな作品ですが、ストーリーは個人的にかなり好きです。第8ステージは、ソニックワールドアドベンチャーより、オレンジルーフス。ヨーロッパをイメージした街並みを進むステージです。原作には昼と夜がありましたが、今作では昼ステージが基本です。クラシックソニックでは、敵やトラップの配置がシビアで難易度は高め。急に樽に追いかけられたりもします。一方でモダンソニックは、原作通りブーストを生かした爽快なプレイを楽しむことができます。ブーストとの相性がとても良いステージなので、走りがいがあります。最後のステージは、ソニックカラーズより、プラネットウィスプ。自然あふれる前半パートと、機械仕掛けの後半パートが織り交ざったステージです。原作で登場したカラーパワーも、一部ですが使うことができます。クラシックソニックではピンクスパイク、モダンソニックではオレンジロケットが使えます。どのステージもすごい作り込みだな。そうですね。原作の雰囲気や特徴的なギミックはしっかり残しつつ、それでも新しくなったとはっきりわかる絶妙なバランスです。また、今作はボスも過去作のリメイクになっています。おお、ソニアドのやつだ。ご覧のパーフェクトカオスに加え、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2よりデスエッグロボ、ソニック・ワールド・アドベンチャーより、エッグドラグーンが登場します。こちらはかなりアレンジが加えられていますが、それでもソニックシリーズの中で印象的なボスばかりです。プレイ中ずっと懐かしさに襲われ続ける作品です。続いてゲームシステムについて解説します。今作の物語を進めるためには、各ステージをクラシックソニックとモダンソニックの両方でクリアする必要があります。そしてこのクラシックソニックとモダンソニックでは、アクションが大きく異なります。まずクラシックソニックですが、ステージは完全横スクロールです。モダンソニックの 2.5 次元パートに近いですね。モダンソニックでおなじみのホーミングアタックやブーストはなく、基本的にはスピンジャンプとスピンダッシュの2つでステージを攻略します。敵やトラップもかなり配置されているので、ハイスピードで進むというよりは、足場などを使って丁寧に進めていくスタイルですね。今からするとスピード感ないなと思うけど、昔のソニックってこんな感じだったよな。そうですね。私はどちらかというとモダンソニックのスタイルの方が慣れていますが、こちらも十分楽しめました。ただいかんせんアクションが少ないので、特にもともと 3D だったステージが難しかったですね。ホーミングアタックのありがたさがよくわかります。一方でモダンソニックですが、こちらはホーミングアタックをはじめ、ソニワドやカラーズで登場したブーストやドリフトが使えます。もはやおなじみとなった、2.5 次元パートも存在します。ゲーム中ではクラシックソニックの方が簡単だと説明されますが、モダンソニックに慣れている身からすると、こちらの方が簡単でしたね。また、本作にはスキルシステムが搭載されています。スピードが速くなる、水中に入れる時間が伸びる、リング50枚でスーパーソニックになれるなど様々なスキルが存在し、これらを組み合わせてソニックを強化することができます。難しいステージもこれで攻略しやすくなるわけだな。水中スキルありがてえ。ここからは、このゲームの良かった点をご紹介します。良かった点は、リメイクされたステージ、登場キャラクターが多い、豊富なコレクション、の3つです。まずはステージについて。先ほども説明したように、今作のステージは全て過去作のリメイクです。そしてリメイクのレベルがとても高いです。原作の雰囲気を残しつつ、それでも新しくなったとはっきりわかる絶妙なバランス。またクラシック用とモダン用についても、構成は全く違うにもかかわらず、同じステージだと感じられる作り込みになっています。さらに、ステージ BGM も本作用にアレンジされて収録されています。クラシックステージは、ちゃんとメガドライブ音源を意識したアレンジです。なので例えば、シティエスケープの人気 BGM、エスケープフロムザシティもメガドラ音源で楽しむことができます。さすがに10周年記念作品。細かいところまでこだわってるんだな。ステージはリメイクにあたってのバランス感覚が非常に良く、評価が高いです。良かった点2つ目は、登場キャラクターの多さです。本作には、ソニックのレギュラーキャラがなんと10人以上登場します。これはキャラクター好きのケイティにとってはたまらないんじゃないか？最高です。イントロムービーのパーティーなんて尊すぎてもう。知っ
かもムービーだけでなく、ゲーム中にも彼らが登場します。例えば、テイルスに捕まって空中を散歩したり、エミーにハンマーで飛ばしてもらったり、クリームと茶を探し競争をしたりできます。茶を探し競争可愛すぎる。また、メタルソニック、シャドウ、シルバーとは対決することになります。特にメタルソニックとシャドウは原作を彷彿させるコースになっており、原作ファンの心をくすぐること間違いなしです。ステージと同様、こちらも完成度の高いリメイクになっています。良かった点の3つ目は、豊富なコレクションです。コレクションとは、サブステージをクリアしたり、特定のアイテムを入手するとゲットできるもので、内容は、BGM やイラスト、キャラクターフィギュアなどです。作品の特色上、コレクションの内容が歴代シリーズのものになっているのが大きな特徴です。本作には登場しない作品の BGM なども含まれるので、非常に満足度の高いコレクションになっています。続いては、いまいちな点を紹介します。いまいちな点は、ボリューム不足、過去作をプレイしていないと楽しめない、の2つです。まずはボリューム不足という点。今作のステージは、先ほど紹介した9つしかありません。クラシックとモダンがあるので実質18ステージですが、それでも少ない方です。加えてストーリーも合ってないようなもので、基本的には淡々とステージを攻略していくことになります。たくさんのキャラが登場していて、新旧ソニックも共演しているので、もっとキャラ同士の絡みが見たかったですね。あのでかいやつに関係がありそうだね。二つ目は、過去作をプレイしていないと楽しめない点です。これまで説明してきたように、今作は過去作のリメイクで構成されているので、その過去作をプレイしていないと何のことやらわかりません。加えてストーリー性もほとんどないので、過去作をやったことがない人は正直2割くらいしか楽しめないのではないでしょうか。今作を 100% 楽しむには、さっき説明があった旧作品をプレイしている必要があるってことか。今作が出るまでに20年かかってるわけだし、旧作品全部やったことがあるって人は少なかっただろうな。20周年記念作品ということなので、こういう形もありなのかもしれませんが、個人的には20周年だからこそ、新規ファンにも目を向けて欲しかったかなと思います。最後にまとめです。ソニックジェネレーションズ白の時空を、ストーリー性、ゲーム性、難易度、おすすめ度、の4つの観点で評価すると、このようになります。ストーリーはほぼないに等しいので1。ゲーム性は可もなく不可もなくという印象なので3。難易度も平均的だと思われるので3。これらを加味して、おすすめ度は2としました。このゲームに向いている人は、本作に登場する歴代ソニックシリーズを全てプレイ済みの方です。全部楽しむことができた方だとなお良いですね。一方で、ソニック初心者、ゲームにストーリーやボリュームを求める方には、このゲームは向かないと思います。以上で、ソニックジェネレーションズの解説を終わります。いろんなキャラが出てきたり、過去の人気ステージをプレイできたり、ソニック20周年のお祭りのようなゲームだったな。でも過去作をプレイしているのが前提で、本当にファンのためだけのゲームって印象も受けたぜ。ステージのリメイクは本当に素晴らしいので、加えてストーリーやボリュームを求めてしまうのも贅沢な気がしますが、ステージが良かった分余計にボリューム不足を感じてしまいます。ソニックシリーズって割とそういう作品が多いんですけどね。なお、3DS 版のソニックジェネレーションズ、青の冒険の情報も別動画で紹介する予定なので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。